こんにちは、もふもふ不動産もふです。今日ですね、インデックス投資の積み立てやってる場合にですね、保有してる銘柄が下がった場合にどうするべきか解説していきたいと思います。両学長解説してて、すごいですね、僕自身もすごい同意したのですね、似たような内容になっちゃうかもしれないんですけども、僕の見解を解説していきたいと思います。今ね、日経平均が大幅に下がってですね、ダウですね、ドル、アメリカの株も大幅に下がってるんで、積み立て投資してきた方はですね、含み損になり始めた方ももしかしたら出てきてるかもしれません。そういった時にね、もう売った方がいいのかどうしたのがいいのかよく聞かれるんですよね。僕も結構質問来たりダイレクトメール来たりしてるんですけども、これね、ズバリ簡単に言います。もう結論はですね、わかりません。はい。りょうさんもそこで終わってたんですけど、でもそう言ってもね、わからないにしても、どういう風に考えるべきかっていうね、その道筋を解説していきたいと思います。で、まず、一つ目なんですけれども、その買ってるそのものの、銘柄がですね、衰退していくものと思うんだったら、売った方がいいのかなっていうふうに思います。例えば、アメリカの株ね、S&P500 とか、日経平均のインデックスとか買ってて、日本がもう沈没しますと、日本の経済が衰退していって、これ以上良くならない。アメリカの、S&P500 持ったとして、アメリカの経済がね、もうこれ以上衰退していくと、もう10年、20年のスパンで考えても下がっていくっていうふうに思ってるんだったら、売るっていうのはありだと思います。もう僕はそう考えてはないんですけれども、その10年、20年のスパンでアメリカの経済が、一時的に下がったとしても、今後上り続けていくんだとしたら、それはですね、今、買い続ける安くなった時も積み立てするっていう方がですね、合理的じゃないですか。将来上がってくるので。なので、今回の、ウイルスだとかですね、いろんな問題があって、若干世界経済は衰退するかもしれないんですけれども、中長期で見た場合に回復する、それであれば買い続けるのはいいかなと思ってます。で、僕自身はアメリカの経済はまだこれでやられるとは思ってなくって、一時的には下がるかもしれないので、ただ日本に関しては個別株は多分かなり相場冷え込みそうな気がするんで、ちょっと一旦整理してポジションを解消しているような感じになってます。ただインテックスはS&P500が積み立て続けようと思います。で、それ一つ目ですね。2点目は何かっていうと、その自分のメンタル面だとか、それが耐えられない。自分のその実力とか、許容範囲を超える投資してるんだとしたら、それ一回整理してもいいのかなと思ってます。実際ね、これぐらい株価ね、5% とか 10% 下がっても大丈夫だと思っていても、実際持ってる資産減るとですね、もう心がですね、次々とナイフで刺されるようなですね、いたたまれないっていうか、でもずっと気になっちゃうとかですね、そういうのは完全に、相場に毒されてるんで、許容範囲をかなり超えてるんですよね。だからこれってね、人によって心がですね、全然違うんですよ。例えば僕の場合、2、300万吹っ飛んでもどうってことないですよね、その株で。ただ、FX で1000円ぐらい飛んだとしても、ちょっと心配になっちゃったりとか、そういう持ってるものとか経験とかですね、いろんなものに養われてくるんですよ。で、失恋とかと似てるのかもしれないですけども、痛い思いすればするほどですね、心強くなってくるんですよね。もう涙の数だけ強くなれるよみたいな感じなのかもしれないですけども。なので、そういう風にですね、株も、今はね、名だたる投資家の人もみんなね、昔は失敗してるんですよ。で、共通点は生き残ってきてることなんですよ。だから失敗しても、昨日も言いましたけれども、生き残ることでですね、やりつつ、ちょっと心がですね、持たないなっていう風に思ったら、ちょっとそれは自分のね、そこを学んだってことで、一回、利益ね、少し損失しても売るっていうのはありかなっていう風に僕は思いますね。持ち続ければ上がるかもしれないです。それ誰にもわからないってあるんですけども。あと自分自身のその会社がやばくなったりだとか、あと、そういう風に自分の環境が変わることによってそのリスクの許容度っていうのも変わるので、それ3つ目ですね。リスクの許容度が人によって急に変わったりする可能性もあるんで、会社がですねリストラしたりとか、そういう風になったとしたら積み立て、今これだけ積み立ててるとですね、給料が毎月出ていってしまって貯金がなくなっちゃうよとかっていう場合はやめるのは全然ありですね。ということで、3つですよね。買ってるものが、全然、経済衰退行っていくっていうふうに思うんだとしたら、売るっていうのも手だし、で、実際買ってみて、心痛いんだとしたら、で、それが嫌だとしたらですね、心痛まない程度に、ちょっと余剰資金でなくなってもいいぐらいのですね、お金をやるっていうのが、2つ目ですね。あとは、自分自身の環境もね、本当に大きく変わるんで、ちょっとしたことでですね、変わるのですね、それをですね、受け入れないって分かったら、それで、売ってみるっていうのもありかなと思ってます。で、自分自身は今 S&P500 とかを、積み立て NISA とかイデコとかですね、買ってて、それはやめる気はないですね。
まだまだ、アメリカ強いなって印象があって、まだね、今 GAFA とかあって、まあ若干ちょっと、世界的に景気冷え込めば、下がるかもしれないんですけども、長期的に見て、この、環境がですね、まあ中国とか台頭したとしても、負けることはないのかなっていうふうに、で、日本企業はね、ここから GAFA 超える企業出てくるかっていうと、まああんまり目はないかなって言ってて、なので、そう考えるとですね、海外買っていって、まあ、ソフトウェアとかね、世界中に使われているようなソフト会社日本にないですし、まあ今車とかね、まあ一部の部品、CMOS イメージセンサーとか、まあそういったものはちょっと日本強いですけども、まあ電池も奪われてしまったし、どんどんやっぱこう、日本の技術力って衰退していることを見ると、やっぱアメリカは強いなっていうふうに、あとは仕組みとかね、ベンチャー育てるスタートアップの仕組みとかですね、お金の調達とか、まあテスラとかね、時価総額すげえですよ、10兆ぐらい行きましたよね。テスラモーター。やべえっす。あんなで、あれ、過剰評価な気もするんですけども、10兆円、確か10兆、ちょっと違ったらごめんなさいね。なんかソフトバンクとかね、超えたぐらいの時価総額持ってて、でもまだ車販売台数って確か50万台ぐらいですよね。トヨタの20分の1ぐらいだけど、時価総額はね、半分ぐらいとか、そういうレベルまで来ちゃってるっていうところで、まあ、かなりですね、アメリカの企業、時価総額高くて評価されてるっていうところあるんで、まあまだまだね、買ってってもいいのかなって気がします。ちょっと今日外でですね、気分転換に撮ってみてます。どうなるかよくわからないですけど、なんで外で撮ってるかっていうとですね、なんとなく気分転換で違うところで違う感じで撮ってみようかなと思ってます。まあこれブランコなんですよ。もうなんか子供がいっぱいいて、キャッキャキャッキャ言ってるんですけども、おじさん YouTuber だよって言ったらちょっとなんか人気出るんですかね、よくわかんないですけど、ちょっと近づかないでほしいですね。まあ、ちょっとそんな感じで、ちょっと新しい試みで台本も特になく、思いつくままやってるんですけれども、まあそんな感じでですね、株ってやっぱり、経験っていうのはどんどん身につけるべきだとは思うので、まだね、長い人生あるし、まあそういう暴落の経験って、まあ、もしここからね、回復するかはもちろん知らないし、もう暴落するって確定してるわけじゃないですけども、そういうまあ、なんていうか、市場がどう動いていって、株価がどう動くか予想しつつですね、で、自分がどうポジション株を持っていくか売っていくかって判断するっていう、その一つ一つが経験になって、身になってですね、で、これはね、ゲームと違ってリセットボタンを押してもう一回人生やり直すとかできないので、で、ゲームだったらね、本当にドラクエだったらね、もう一回ね、教会に行って、情けない、やられたかとかでやり直せるんですけども、株とかは、ね、人生はゲームではない、まあ、ゲームのように楽しむって考え方もあるんですけども、リセットボタンはないですからね。なので、まあ、なるべく、再起不能のね、特に株で信用取引とかで赤字出すと、そこでもうロスカットされて、自己破産もできなかったりとかするので、まあ、くれぐれもですね、ギャンブルみたいにせずに生き残るですね。まあ、僕は常に生き残る、顔はいかついけど、やってることは安全を狙ってるっていうことで、あんまり攻めより僕守りの方が得意なタイプなんですね。まあ、でも株はね、結構、そうで、これも聞かれたんですけど、ウームの株どうしたのっていう風に聞かれたのは、ウームの株はもう売っ払ってますね。前動画でも2回ぐらい言ってるんですけども、年末に、半分売って、決算後に、全部売りました。で、その後も、他の株を、800万ぐらい買ってたんですけども、他の銘柄の株も800万ぐらい持ってて500万ぐらい売りましたね。まあちょっと、今後下がってきそうだなっていうので、なので今、持ってる300万円分ぐらいかな、株。日本株持ってるのは。なのでまあ全然、なんだろう。ゆるい範囲で取引してます。まあ、株でね、どうこうっていうよりも今は自分のビジネスをやっていくっていうんで、株であんまりこうね、神経すり減らしたくないなっていうんで、インデックスとそういう株の個別は少し上がるかなと思ったのを、買ってますね。ということで今日ね、ポカポカしてて、半袖でもね、あったかいぐらいの日でね、なんか外で撮るのもいいかなと思って撮ってます。ちょっと子供の声がすごいですけれども、僕もなるべく喋り続けるようにして、でこう喋りながらね、よく喋れますねって言うんですけれども、これスキルですね。練習だと思います。最初は全然喋れなかったんで、こう喋りながら構成組み立てながら次何話そうかみたいなのって非常に難しいんですよね。結構話飛びながらで、どうやって今着地するのか考えてるんですけど、最後なんか、ブランコで着地するみたいな感じでね、まあ、このね、ブランコとかもこうですね、いろんなとここうグリグリ行きながらね、最後どうやって着地するかが一番大切なんですよね。話もやっぱそうで、話の着地点でね、どうやって着地するか、今非常に迷ってます。ということでですね、株はそうな、個別の株はそうですね。で、インデックスはやりつつ、で、やるんだったら積み立て NISA がいいですね。積み立て NISA はやっぱり
20年間積み立てられるんで、で、利益に対しては非課税なので、で、いつでも辞めれるっていうところあるんで、やりやすいんで、ぜひ僕は積み立て NISA をお勧めしてます。で、イデコは、まあ、節税効果むちゃくちゃあるんですけれども、デメリット大きいっていうか、まあ、いつでも辞めれなかったりとかですね、手数料かかったりとか、まあ、将来もしかしたら税金かかるかもとかっていうのとか、受け取った時に税金かかったりとかですね、まあ、あと、解約が、年金もらえる時ができないとか、いろいろやっぱ不具合があるので、リターンもでかければデメリットもでかいっていうところですね。そんな感じで、やってます。で、まあ、ちょっと今日この後サブチャンネルでですね、なんかドーナツ食べてるとことか、まったりやるので、詳細欄にモフボッチっていうのをやってるんで、よかったら、見てみてください。で、今日の動画ちょっと感想いただければですね、まあ、あまりにも再生されなかったらこれもうやめますよ。何事も挑戦でね、堀江さんがね、だってホリエモンバズったのが、だって外でなんかね、誰かなんか喋ったやつがむちゃくちゃバズりましたからね。だからなんか外でね、ブランコを乗りながらグリグリやってれば面白いんじゃないかみたいなこう思いつきでね、これをメインチャンネルでやるっていうのはね、どうなんだろうって思うんですけども、まあでもメインチャンネルでもいろいろ実験してて、去年とかもね、1年前とかね、カイパラさんとバレンタインチョコ食べましたっていう動画を出したんですよ、僕。編集もしてもらって、小山さんと一緒に、がっつり編集やってもらって、カイパラさんとですね、チョコレートを5、6個買ってってこう、売れ残ったやつを、で、もう、カッパラさんと会話しながらね、食べるっていうの、それ今サブチャンネルに移したんですけど、それメインチャンネルやって、爆死しましたからね、全く再生されないっていう。これは求まれないんだ、みたいな。あと、まあ去年、お嬢様清水を飲みましたとかね、そういうのメインチャンネルやったりとか、あと、まあいろいろ実験はやりつつね、最近ちょっとあんまりメインチャンネルで今、おかげさまで多分今日あたり15万人ぐらい行くはずなんですよね、ありがたいことに。まあそれね、15万人ぐらいいるとですね、ちょっと怖くて反応が。新しいことをこうやるのがね、ちょっとこう、ね、そのみんなの意見僕全然気にせずやる派なんですけども、それにしてもちょっとね、新しいことやるのが怖いなっていうところで、ちょっと殻にこもってたところがあったんで、ちょっとね、新しく外で今日はやってみるっていう取り組みでね、生暖かい目で今日ね、春、この日差しのような暖かさでみんな見守っていただければね、いいかなと思います。多分今日15万人いくと思うんで、今ね、ちょうどね、14万9800人ぐらいなんですよ。だからまあ多分、1日、まあ、300人とか400人、500人ぐらい増えてるんで、多分今日中には行ったらいいなぐらいの感じですね。おかげさまでね、15万人というところまで来まして、まあ、最初の話と全然変わってきてしまいましたが、そんなところで引き続きですね、役立つ情報を、みんなのためにですね、出していきたいなと思うので、今後も引き続きよろしくお願いいたします。まあ、よかったらサブチャンネル見てみてください。まったりしてるこの後、ミスドのドーナツ食べる動画をまたあげようかなと思って。ブランコ乗ってる動画とか上げる予定なので、それじゃあ皆さんありがとうございました。ウェーイ。